はい、それでは 2A3 シングルアンプの制作第3回目スタートしたいと思います。今日はケースの加工の様子をご覧いただきたいと思います。今回ですね、リードという会社の S2 という型番のケースを使うことに決めました。これを加工していくわけなんですけれども、まずですね、こちらが今回制作を進めていく回路図になりますけれども、この回路図中にあるいろいろな部品を考慮に入れた加工のための設計図ですね、加工図を書く。これがスタートラインになります。でこの加工図ですね、この辺りがトランスを取り付けるためのいろいろな穴を書いた部分ですね。でこの辺りが、真空管のソケットを取り付ける部分になります。でそしてこれ裏面ですとか正面のところ、こちらですね、あまり細かく数字が書いてないと思うんですけれども、これはまず天板、一番この大きな面積のところを加工してみて、そこに部品を仮組みしてみてですね、その仮組みした部品と干渉しない位置を後で探して、穴を開けていきたいなというふうに思ってますので、今のところ例えば端から何ミリ何ミリというふうな感じで厳密には数字を記載していません。それからこの加工図ですけれども、私もよくあるんですけれども、想定と違ってですね、何かの部品と部品が当たってしまったりしてですね、しまったというふうな場合もあります。で、これ実際に開けて加工してみて、部品を配置してみて、問題ないなと思ったバージョンをですね、最終的にブログにアップしたいと思いますし、問題があった場合はですね、その問題箇所を修正した数値で、ブログの方にはアップしていきたいなというふうに思っています。はい。そしてですね、このケースの加工で最も根気のいる作業が、この電源トランスを取り付けるところの加工なんですけれども、電源トランスですね、このところに大きく張り出した部分がありまして、これをですね、貫通するための四角い穴を開けなければいけません。これをですね、多くの方はどうやってるのかちょっと存じ上げないんですけど、私はいつもだいたいこういうやり方でやってまして、少し内側にたくさんドリルでですね、穴を開けて、そのドリルで開けた穴をニッパーで、切っていきますと、ざっくりこういうデコボコした穴が開きまして、それをヤスリで削って、四角い綺麗な穴に加工していくというやり方をやります。説明聞いていただいて分かる通り、なかなかに根気のいる作業になりますので、それが大変だなという場合は、こちらですね、ゼネラルトランスさんですけれども、今回使うトランスを購入するお店ですけれども、ここに、今回使う PMC170 というですね、トランスがぴったりはまる、もう穴がすでに開いているケースというのも売ってますので、これを使うのも一つの手ですし、前回もご紹介しました、これ一例ですけれども、オーディオウィンズさんのようにケースの加工を請け負っていただける業者さんというのも日本国内にいくつかありますので、こういったところを利用するという手もあります。はい。で、これ実際に加工していくにあたってですね、欠かせない工具があります。でまずですね、ドリルですけれども、もちろん手動のドリルでもできなくはないですけれども、たくさん穴を開けていきますので、可能であれば電動ドリルがいいかなと思います。私は電動ドリルを使ってやっていこうかなというふうに思います。それから電動ドリルで開けた穴をですね、好きなサイズに広げていくための工具でリーマーというものがあります。これも欠かせない工具かなというふうに思いまして使っていきたいと思います。で特に真空管のソケットの部分が一番サイズ的には大きい穴になるかと思いますので、そういう大きな穴のための大きいサイズのリーマーというのも準備して使っていきたいというふうに思ってます。あと、前にも説明しましたけれども、四角い開口部分を作るために、ドリルで開けた穴をですね、このニッパーで、切って、その後ヤスリで、整えるという作業もありますので、ニッパーとヤスリ、こちらも使っていきたいというふうに思います。
では、最初にですね、ケースに加工のための目印を、つけていきます。定規とサインペンを使って、ここに穴を開ける、ここを切りますというふうな感じで、目印を書いていきたいというふうに思います。はい、では始めていきたいと思います。はい、作業開始から20分ぐらい経ちました。このトランスをですね、配置するためのスペース、だいたい開ける穴の位置、書き込めましたね。これがトランスの、電源トランスのですね、を取り付ける際に大きく開ける開口部を切り取るエリアですね。こういうふうに補助線を引いてですね、横と縦ですね、それの交点に穴を開けますよという印を記載して、これで後でドリルで穴を開けていくということになりますね。はい。では、引き続き真空管のね、ソケットをつけるエリア、この辺の作業に移っていきたいと思いますが、これで、いろんな部品が干渉しないで、パッと取り付けられることをね、祈りながら進めていきたいというふうに思います。はい、作業開始からだいたい40分か50分ぐらいですかね。はい、加工図をもとに、穴を開けたり切ったりしていくところの目印となるものをケースに書き込みました。はい。こういうふうにね、穴を開ける場所とその穴のサイズを記載してます。フロントパネルとリアパネルは、前にも申し上げた通り、いろいろと仮置きしてから開ける場所を決めていきたいと思いますので、ガイドの線だけね、引いているというような状況です。はい。では次ですね、実際に穴を開けたり切ったりする作業に移っていきたいというふうに思います。はい。まず最初にですね、霧のような尖った工具で、ドリルで穴を開ける場所のですね、ドリルの先が引っかかるような小さなくぼみをですね、つけていくという作業を行いたいと思います。はい。では、ドリルで穴を開けていきたいと思うんですけれども、最初にですね、いきなりこう狙ったサイズの穴を開けるのではなく、最初はですね、これ私の場合 2mm のドリルなんですけども、ドリルビットなんですけども、小さい穴をですね、全部通しで開けていって、その後、狙ったサイズの少し大きめのドリルビットに変えて開けていくという流れで進めていきたいと思います。はい、ご覧のように 2mm のですね、穴がたくさん開きました。ここ、電源トランスの開口部分ですね、たくさん穴が開いています。これをですね、少しずつサイズの大きな、ドリルビットに変えて、所網のサイズの穴を開けていきたいというふうに思います。また、大きな穴ですね、先ほども申し上げたリーマーという器具で、こう、ひねりながらですね、穴の大きさを大きくしていくという風な作業に移っていきたいと思います。はい。
作業を始めて、3時間、4時間ぐらい経ちましたかね。なかなか大変でした。いろいろなパネルの穴開け作業ですね。とりあえずまずは、この天板部分ですね。穴開け作業を完了したと思います。これからですね、ちょっと仮組みしていくので、一旦ですね、この辺り、掃除をして、屋内の作業に移っていきたいというふうに思います。はい、ケースのね、天板の加工を終えまして、一度仮組みですね、してみました。トランス類、それから真空管のソケット類、ハムバランサーのボリューム、このあたりを取り付けましたけれども、天板の方で気になる点というと、このケーブルがですね、出力トランスのケーブルが、結構太いケーブルが6本ありまして、最初開けていたこの穴では少し小さいなと、これ内側にね、送らないといけないので、この穴をもう少し広げてやる必要があるかなというふうに、思ってますね。それから、よっこいしょ。一度裏返しますが、よっこいしょ。はい、裏側はですね、こういう感じになってまして、ここに、電源トランスの口が、開口部があって、そこにトランスが、こう、せり出してきてるわけなんですけども、350V の端子と0、交流で AC 入れる0のところがですね、少しケースに、干渉気味なので、後でここは、ちょっとヤスリで削りを足さないといけないですかね。はい。で、全体の配置こういう風になってますんで、真ん中のこの広いエリアにラグ端子を置くことにしたいと思いますんで、後でね、このラグ端子を止める穴の場所を決めて、またドリルで穴を開けたいと思います。それから、前面ですね。前面はスイッチと、それから、電源が入ったことを示すネオンランプ、それからボリュームを置きたいんですけれども、スイッチはこの辺ですかね。それからパワーのインジケーターですね。ネオン管はこの辺。で、ボリュームはこの初段の真空管ソケットの間のこの辺に、置けばスペースが余裕があるんじゃないかなというふうに思います。それから、後ろの方ですけれども、後ろは AC のケーブルですね。電源ケーブルと、それからスピーカー端子、あと、LINE の入力端子をつけないといけないわけなんですけれども、AC のケーブルは、電源トランスに近いこのあたりにしようかなと思いますと。それから、出力端子ですね。出力端子、スピーカーの出力端子は、はい、この真ん中あたりにつけて、LINE の入力端子はですね、ボリュームがこのあたりに行きますので、そこに近い、このあたりを想定して、今、マーキングをしてみました。はい。ということで、あらかた天板の加工は済んだんですけども、少し手直しするところがあります。それから、このね、フロントパネルとリアパネルに、いくつか穴を開けて、その後はですね、全体的にいろいろ線を引いてますから、それを、消して、あと、小傷がね、いろいろついてますんで、そういったものを取るために全体的に表面をサンドペーパーで磨いて、塗装して、いう工程で、ケースの加工を進めていきたいというふうに思います。はい。ではですね、一旦、仮組みしていた部品を取り外しまして、仮組みしていた時に分かった問題ですけれどもね、出力トランスから出てくるケーブルを裏面に送るためのこの穴、
が少し小さかったので、そこを広げます。それから、電源トランスのね、内部の端子が少しケースと干渉しそうだったので、その部分を広げます。それから、フロントパネル、リアパネルにスイッチですとか、ボリュームですとか、コネクタ、そういったものをつけるための穴を開けます。そして、この部分にね、ラグ端子板が来るんですけれども、そのラグ端子板を、つけるための穴、開けるという風な作業に、移っていきたいというふうに思います。はい、では天板以外の部分の加工も、完了しました。見ていきたいと思います。よいしょ。まず、フロントパネルですね。電源スイッチ、それから電源が入っているかどうかを示すインジケーター、音量のボリューム、いう風になってます。それから、内側ですね。ここに、ラグ端子板がありますけども、そのラグ端子板を取り付ける、穴も開けて、仮止めしてみました。それからですね、前に、この電源トランスの端子がですね、ケースと干渉しがちのように思うということで、少しここご覧いただけますかね。ケースを、穴を広げてみました。はい。これで、干渉せずに、ちゃんと取り付けることができてるんじゃないかなと思います。それから、よっこいしょ。はい。リアパネルですね。これが AC のケーブルを通す穴、スピーカーケーブルをつなぐ端子、ライン入力端子という風になってますね。よいしょ。はい、そして、前にも言いましたけれども、この出力トランスから出ているケーブルを通す穴が少し小さかったんですけれども、広げましてご覧のように、ちゃんと全部裏側に貫通するような状態になっています。はい、これでですね、ケースの穴を開けたりする加工については、完了しました。このね、仮組みした部品をまた外しまして、次、塗装の工程に移っていきたいと思います。はい、ケースの加工進んでいるところですけれども、少し工程が長くなってきましたので、このタイミングで前編と後編に分けたいと思います。はい、後編はですね、引き続き、穴を開けたケースに研磨を行って、それからいよいよスプレーで塗装というところに移っていきたいと思います。